どうもこんにちは。今日はこのミシンを紹介したいと思います。これもミシンなんですけど、こっちもミシンです。このミシンは2年以上前から持ってて、モリジンの動画の時には結構画面の中央あたりによく映ってたんですけど、映ってるだけで一度も紹介したことはなかったです。アンティークのミシンで手で動かすタイプのミシンなんですけど、かなり古いものです。100年近く前、もしくは100年以上前のもので、かなりのおじいちゃんなんですけど、まだしっかり使えるので、どんなミシンなのか紹介して試しに縫ってみたいと思います。この機械はドイツのユンカー&ルーというところの SD28 というモデルです。これ一応靴用の出し縫いミシンということらしいです。かなり厚物を縫えます。これをガシャガシャやって一目一目縫っていくんですよ。こんな感じで今セッティングしてあるんですけど、これが正しいのかはちょっといまいちよく分かりません。なんですが一応縫えるので正しいとして、どんな風になってるか見ていきます。ホワイトの巻きがここにあって、こういう風に通っていきます。ここが最後針に引っかかってますね。針のところにはこの押さえがついてますね。ちょっと緩んでると。これは後ろのレバーを引くことでこういう風に上げ下げができます。その他はここでウワイトの強さを調整したりとか、ここで糸のピッチを調整したりとか、ここですね、ここの調整ネジで押さえの強さを変えたりとか、いろいろできます。じゃあ下糸はどんな風になっているのかというと、ちょっと押さえ外しますね。でこの蓋を開きます。そうするとここに釜が入ってます。これですね。これ押さえがあるんで押して、これが下糸のボビンですね。これは上糸と同じ糸を手でぐるぐる巻いてあります。そんな感じになってるんですけど、何はともあれ縫ってみたいと思います。これは 4.5 か 5mm ぐらいの分厚い革なんですけど、これ縫えるかどうかやってみます。押さえを上げて挟みますね。でよっ、こんな感じで縫えました。力強くザクザク皮を刺してくれるので、この厚物でも全然縫えます。ちなみにこれ今一番広いピッチで縫ってます。もうちょっと狭くしてみます。
ちょっとピッチ狭すぎて穴が同じになっちゃう。こんな感じで、この上よりもね今下の方がピッチ細かくなってるの分かると思います。こんな感じで一応ピッチの調整もできます。で結構このミシン面白いのが、結構ミシンって送るのに革とか布をこうやってどんどんね移動させていくために、この押さえかもしくはこの下にねこう送りローラーみたいなのがついてたりとかして、どんどんこれをねこう縫い目をずらしていくんですけど、このミシンはこの針自体が革を送ります。針がねこういう横の動きするんですよ。なので実際に縫うと革はどんな風に動くかというと、とても面白いですね。ちなみにこの針、形状が横から見るとわずかに湾曲してます。これは針が動く動作っていうのはこの部分を支点に動いてるんですよね。なのでその部分を中心とした円弧になるような針の形状になってますね。これもしまっすぐだとね針折れちゃいますね。すごくよく考えられています。で革に刺さった針の形状を見ると縦の長方形ですね。ちなみに手縫いで使っている出し針も先端はね縦長の長方形に近い形状をしてます。なのでここに開けてみるとこれですね、長方形までいかないんですけど縦長の楕円形の穴が開いたのが分かると思います。このユンカールーは出し縫いミシンということなので、この手縫いにも比較的近い穴は開いているということですね。このユンカールー SD28 出し縫いミシンということなんですけど、今まで出し縫いに使ったことは一度もないです。そして一度も使うことはないと思います。このミシン、僕が靴を作り始めた頃か作り始めるちょっと前ぐらいに買ったんですよ。その時は出し縫いね、あれだけの縫い目を手でやるのものすごく大変そうだから、手でやる場合もあれば、場合に応じてはこの出し縫いのミシンを使って効率化した方が楽なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。で買ってみたんですけど、実際靴をねしっかり作れるようになっていろんなねこだわりが出てくると、ちょっとねこれだとね結構ねきついなと思いました。一つは、精度がちょっとあんまり、縫い目の精度がね僕があんまりうまく使えてないというのもあるんですけど、縫い目の精度がちょっといまいちだなっていうのと、結構穴がでかいです。出し針とこのミシンの針の穴の形状を見てもらったんですけど、パッと見ねそんなに変わらないんですけど、感触としてはこっちの方がねかなりでかいような気がします。穴が結構容赦なく開けるんで微妙なコントロールが効かないですね。それと、細かく縫えるのには手縫いよりは限界があるっていうこと。あと試してはないんですけど、オークバークのソールだとちょっと硬すぎてどうなんだろうね、いけるのかなっていう、きついんじゃないかなという気もします。それとこの縫う部分の形状なんですけど、多分土踏まず、特に内踏まずはね結構えぐってると縫えないと思いますね。靴がねぶつかっちゃって入らない。あとは結構コバビスポークだとドレッシュなのが攻めたいんですけど、これだとねあんまりねコバ攻められるような位置に出し縫いをねできないと思うんですよね。ちょっと試しにここに靴入れてみますね。この靴だいぶ前に自分で作った靴なんですけど、ちょっとこれを入れてみます。ここの押さえを上げてここに靴を入れて縫っていくと思うんですけど、こんな感じ。結構ギリです。結構位置的にギリギリで、横から見るとねこの押さえが3ミリぐらい乗ってる状態なんですけど、多分この状態でこの針下ろしてくるとコバ多分ぶち破っちゃいますね。ほんとねもっと中に押さえが入り込んで、
もっと中に針が入ってくれるような形状だと嬉しいんですけど、これだと縫えないですね。実際製造中はこんなにコバはまだ攻めてなくて、もっとコバの余りがあるので縫えることは縫えるんですけど、結構このコバの外側目に出し縫いが来ることになります。そうすると必然的にコバはあんまり削れないので、コバの張り出しがもっと広くなってかなり武骨なカジュアルな感じになりますね。なので残念ながらちょっとね、靴は縫えないんですよね。ぐっとこう押し下げ、きついですねやっぱり。いや縫えないことはないんですけど、やっぱりこう攻めたことはできないし、そういうコバの張り出しのコントロールでのこだわりを出すみたいな、そういうことができないんですよね。それとこの外踏まずは、これはね基本的には縫えないですね。内踏まずも、これはほぼ完全にこの部分が針と触れちゃうのでミシンが入らないですね。はい、ということでこのユンカー&ルーの SD28 すごくね面白いミシンでよく考えられてるなと本当に思います。そして100年近く、もしくは100年以上、年代とかあんまりよくわかんないんですけど、パッと調べると1880年とか、ものによって1920年とかってちょっといろいろ出てくるのでわかんないんですけど、100年近くか100年以上100何十年か経ってるかもしれないのにもかかわらずしっかり縫えるという、すごくよく作られた製品だなと思います。で、僕の靴作りでは使えないんですけど、もしかしたらなんかレザークラフトとかなんか小物作りとかで使えるかもしれないので、もうちょっといろんなことやってこいつの力量を試してみたいなと思います。本日の科学の件でした。